で待ち合わせのはず。どこだ？観覧車と待ち合わせって言ってたもん。いないぞ。このメリーゴーランドじゃないみたい。人生で初めてメリーゴーランド違い、待ち合わせ場所で。少ないね。少ないね。メリーゴーランド違いでした。メリーゴーランド違い。はい、初めて言った。原付で世界一周45日目、イギリスのヨークという町に着きました。ホステルに泊まって少しの間この町で滞在することにしてんけど、そんな中ホステルである女性に出会いました。イギリス人も知らない。ヨーク何日目だろう今日。一週間だった。3日いや2日目。今しばらくホステルにいて、めちゃめちゃいいホステルなんですけど、編集のちょうどそこの宿に日本人のスタッフのそういう感じ。あとこの度3回目のシンさんとそんな感じで、今からちょっとよくブラブラしてこようと思います。はい、一番お散歩です。ブサイクな通りだけほらめちゃくちゃイギリスっぽいなって喜んだばっかり。ツアー参加していただいてありがとうございます。ここを始発点にしている理由が、美しい中世のシティゲートから始まる中世の城壁があっちにもこの中世の城壁の中が一応オールドシティタワー、全部で4つのメインゲートがあります。でこれが南のゲート、それぞれの名前があって、これがミックゲートバー。バーって BAR のバーだから、現在使ってるそのお酒飲むバーっていう意味ではなかったんですね、中世の時代。何かっていうと、そう、棒なんや。そうなん。棒のバー、ゲートの大きい扉を閉めてロックするために、なるほど。日本でいう缶抜きってやつな。缶抜きを入れるから。バーがゲートの意味だったら、ゲートが2つある。なるほど。ミックルゲートゲートで、これもなぜかというと、ゲートっていうのはヨークだけでは道っていう意味。ゲート means street。それもヨークだけなんや。ヨークだけ。ゲートが道っていう意味を持っているのがバイキングの言語に由来しているからで、200-300年間ぐらいバイキングに侵略されて、バイキングのキングダムだったんですね。だからそのバイキングの言語だったりとかカルチャーを結構踏襲してる。ミックっていうのもバイキングラングイッジで、現在の意味で言うとグレート、英語のグレートに当たるから、ミックゲートバーっていうのを現在の英語にするとグレートストリートゲート。へー、なるほどなるほど。あ、結構高くなるね。自然と南も使いますよね。だってみんな南からヨークに上がってくる。確かにな。っていうことは、一番使われてたゲートが、南もミックルゲートバー、ミックゲートバーで、これが伝統に今なってて、今現在では南だけじゃなくて東からも西からも北からも、どのルートでもヨークに来ることは可能なんだけど、現在の王様とかロイヤルがヨークに来るときは必ず南もミックゲートバーを使わないといけないっていうルールがあって、それはもうこの全ての歴史の中で、ほぼ全ての国王とか女王たちがヨークに来るときにゲートを使っていたから。これがおそらくグレートストリートゲート、ミックゲートバーで言われている語源の由来でもある。この台形のマダっていうのは結構典型的なヨーロッパの矢を射るためのデザイン。なんていうの、弓を射る人、アーチャーアーチャーがなんか日本語で頑張ろうとしてるのにさ英語で喋んない。右に行ったり左に行ったりしてこうアングルを変えれる。もちろん外にいる敵を狙うために。帽子のつば見える。あ、帽子のつば見える。これ限界やな。手とか出ます？手とか出ます？その穴から。ウーズ川、ウーズがね。リバーウーズでトゥ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 って春まで行って、このハンバーリバーっていうのに連結してます。ヨークは5世紀から11世紀までの7王国時代の時にノーサンブリアの首都だったよってヨークは話をしたと思うんだけど、ハンバーリバーっていうのが見ていただくとすごく大きな海からのエントランスみたいになってる。これが実はバイキングたちも簡単に中に入れてしまった一番の要因だと思います。こちらも大体14世紀頃に建てられた建物で、
中世の時代とかはメインの、インポートエクスポートは船で行ってた。その当時はすっごく太くて大きい、鉄のチェーンがここにあって、そのチェーンで船がほとんど、止められたり通行許されたりっていうコントロールがされてて、もちろん止められてる時にタックスが税金が取られていくだからこれタックスタワーだったんですね。なるほど。下の窓のところらへんで2人ぐらいの監視員がこう先を見ながら「今夜冷える夜だぜ」怪しい船が来るぜブラザーみたいな感じで言ってたわけで。タワーって日本語でなんて言うんだろうってなって、塔ってなって、あそこ塔って言うんだと思った時に、じゃあ東京タワーって東京塔なんだと思って、確かに達成スカイタワー空塔なんか急になんか政治みたいになってくる。なんか城壁の中に入る人たちに、その通行許可みたいなのを渡す場所関所みたいな感じみたいな感じだった可能性もある。この歴史家たちは、もしかしたら何かのチャペルだったかもしれない。資産なら何に使います？そう一択でも狭くないそれは。ジャンタク一国か。確かにな。イギリス全部にあるすべての中世のステンドガラスの半分以上がヨークミンスターだけに収納されてるんです。すごいな。なるほど。はい、これあんまり私だけこんなに、ヨークミンスターはそれぐらいそんなめっちゃ有名？そのイギリス全土で。あ、めっちゃ有名。ごめん。そうなんかなるほどな。あんなのかってやどっちですか？あの細さに石を加工するってどうやばいっすよね。めっちゃ暇やったんかな。イギリスとフランスのノルマンディーだけ限定で、このタイプの建物500年前とかからのオリジナルだと必ず上の階に行けば行くほど突き出してる。税金取るときにその税金の換算の仕方が1階の面積の大きさだけだったから、もし上の階にもっと大きい面積を置いたとしてもタックスそれ以上高くならなかった。なるほど。だからそれが理由ででもう一つの面白いセオリー、これは、理由ではなくて結果こうなったっていうのなんだけど、昔ってベッドルームが、一番上にあって、はいトイレがなかったからうんちとかおしっこをチェンバーポットって呼ばれるポットに入れて、はいそれを上からピュンって投げ捨ててた。この上が突っ張ってるのが、通行人とかをうんちおしっこから守っていたっていう。へえ。サンボーストリートです。本当にイギリスで一番有名な。何横丁ダイナゴン横丁。ダイアゴン横丁。横丁。ダイアゴン横丁。ダイナゴン横丁。違う、ダイアゴンじゃない。それさ、ハリー・ポッターの平安時代のダイナ最初のシーンがまさにこれそっくり。はいはいはい。だからみんな有名というかこうやって。そう、もうみんなハリーポッター好きが全部ここに来る。あ、そうなんだ。いつも激コミだし。確かに。ただハリー・ポッターが有名になるもっと前から実はこの道すでに超絶有名でした。なぜかというとこの道が、一番よく保存されている中世の道だから、イギリス人の中でも。すげえ、ほんまや。ちなみにこのお店の名前が名前を呼んではいけないあのお店っていう。 The shop that must not be named。 本当だ。ボルデモートや。この世界一周の旅は浅くて広いことを知れる。地に根を張らずにふらっと現れ、流れる景色に目を動かして一呼吸をして次なる街へ。たまにその風に身を任せてると地に根に張った人に会って少し立ち止まってみては狭くて深いことを知れる。そんなたまにが旅の楽しみやったりもするんかな。そしてこのイギリスの旅で大切な出会いがもう一つ。これで乗り遅れたらいいのにな。ほんまに来た株ではい。オープンです。I'm good.